50mm。人間の視野に最も近い画角で写った写真や映像が人間の目にとってとても自然に見えると言われています。そして単焦点であれば最もよく使われる画角です。最も使われる理由は初めに言った通りです。よく使われるということは各メーカーが必ず製品として販売をしています。かつ必ずと言っていいほどリーズナブルな 50mm を販売しています。メーカー純正のリーズナブルな 50mm がどのくらい使えるのか、どんな使い方ができるのか気になると思います。ソニーの 50mm を例に見ていきたいと思います。はじめに感じるレンズの特徴がとても軽くてとてもコンパクトということです。重量約 186g、 径と長さどちらも 70mm 以内に収まります。 50mm のレンズは大きさや重量を小さくすることが他の画角のレンズと比べてやりやすいとは言われているんだけれども、それを考えてもとても軽くてコンパクトです。これだけコンパクトであればズボンのポケットにも入れることができると思います。あまりおすすめはしないけど、ズボンのポケットってあまり綺麗じゃないし、体から出る水分の湿気でカビの原因にもなります。持ち運びで悩むことはないと思います。カメラバッグやケースを圧迫することはないし、カメラにつけていても存在感が強くないし、軽くて疲れにくいので旅行やレジャーには使いやすいレンズだと思います。レンズにはフォーカスホールドボタンやフォーカス切り替えのスイッチはありません。フォーカスリングのみでとてもシンプルです。フォーカスの切り替えをレンズではなくカメラ側でできるのは人によっては便利かもしれません。レンズの操作を全てカメラに集約できるので、使い方によっては操作に集中できると思います。レンズのサイズがコンパクトではあるんだけれども、フォーカスリングの大きさは確保されています。リングの動きもスムーズで、かなり実用的な動作をしていると思います。レンズの口径は 49mm。最小開放値は 1.8 です。F1.8 はズームレンズよりもかなり明るく撮影することができるし、ボケも強く出すことができます。ズームレンズで F1.8 まで開くレンズは一般的にはないので、このレンズは単焦点の良さを感じることができます。このレンズで撮影した写真にも単焦点の良さを感じることができます。細かい部分まで描写できているし、ボケも滑らかです。通常のスナップや風景を撮影するには十分な性能があると思います。G レンズまたは G マスターレンズと比較するとコントラストが低い傾向があります。G レンズや G マスターレンズと比較するとオールドレンズで撮影したようなローコントラストで雰囲気のある写真にすることができます。ただ正確な撮影をしなければならない商品撮影などには向いていないかもしれません。わずかに色の秀差が発生しているので被写体の輪郭が正確に描写できていない可能性があります。レンズの秀差というのはいくつか種類があるんだけれども、色の秀差の場合、光の三原色の赤、緑、青の光軸が一点に集まらずに少しずれてしまっていることです。高画素数のカメラには向いていない画質でもあるので、高画質で正確な撮影をしなければならない写真には向いていないかもしれません。日常的なスナップのような写真には十分すぎる描写で、商品の撮影ならイメージ写真のような正確な描写が必要ない撮影に向いていると思います。一つ大きなデメリットがあります。オートフォーカスが遅いということです。被写体の動きが速いものだとフォーカスが間に合わない可能性があります。子供やペットの大切な思い出を写真として残したいけれども、彼らは予測不能で俊敏に動くのでシャッターチャンスを逃してしまうかもしれません。写真よりも動画の方が影響が大きいかもしれません。被写体を追従してフォーカスを合わせる機能を使っていても、フォーカスが間に合わずに常にボケたような映像になってしまうし、何よりこの動作音です。動画の撮影中常にこの音がマイクに入ってしまう可能性があるので、撮影した映像が台無しになってしまう可能性があります。フォーカスリングはしっかりしているものなので、フォーカスをマニュアルでコントロールできる環境であれば
マニュアルの方がいいと思います。高性能なレンズを使い慣れている人にとっては、このレンズのオートフォーカスには注意をした方がいいかもしれません。動画で使うのは少し難しいし、写真でもピントが合っているかは確認した方がいいと思います。ただ、オートフォーカスがついているのは、オートフォーカスがないよりもいいことです。それに通常の撮影ならば問題ないレベルだと思います。リーズナブルな 50mm がどこまで使えるのか、日常的なスナップには十分です。正確な撮影をしなければならない写真、あとは動画には少し難しいと思います。カメラを始めたばかりの初心者にとっては、単焦点のレンズの良さを十分に感じることができると思うし、初めて買う単焦点のレンズとしてもおすすめです。カメラを長くやっていて、高性能な機材が多い人にとっても、オールドレンズのような雰囲気のある写真を楽しめて、純正で比較的安く楽しむことができるのはとてもいいことだと思います。僕はプライベートな旅行やレジャーにはとてもいいレンズだと思います。軽くてコンパクトなのはとても大きいメリットです。旅先にバカでかいレンズを持っていくのは疲れるし、そういう場所は機材を壊す可能性も大きくなります。高価な機材を壊してブルーな気持ちになって旅行を台無しにするよりは、必要十分の機材でリスクを抑えた方がいい時もあります。高性能なレンズと比較するとかなりリーズナブルなレンズですが、とてもいいレンズだと思います。カメラバッグのスペースに余裕があるのならば、常に持っていてもいいかもしれません。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。今気づいたけど、めちゃくちゃ寄ってるな。もういいや。バイバイ。